サルベ皆さん、こんにちは。イタリアガイドの萩原です。今日はですね、皆さんに、最近ローマで最もきっと人気のある教会とそれに関係する建物をですね、ちょっと紹介しようかなと思います。ちょっと最近人気になったってね、言葉はちょっとね、引っかかると思うんですが、後でね、わかると思います。でですね、僕がいるところはまたピーニャという地区になるんですね。目の前にはローマで最も古いチョコレート屋さん、モリオンド・ガリーリオというですね、トリノ、発祥のですね、チョコレート屋さん、その後ローマにですね、支店ができていて、今ですね、ちょうどね、イースターの時期、これから迎えるということで、そのイースターエッグで飾られたショーケース、可愛らしいですよね。きっとチョコレートがね、たくさん入ってると思うんですが、個人的にね、一般的になんです、ここに限らず、あんまりイタリアってあんまりチョコレートがね、あんまり個人的には美味しいかなとは思わないんですよね。ちょっとトリノとか行くと別なんですけど、やっぱチョコレートって個人的にはフランスだったりとか、ちょっとやっぱベルギーあたりかなと思っています。すごいで、これから皆さんに紹介する建物はコレッジョロマーノというですね、建物に、なります。フランシスコ・ザビエレでもですね有名な、イエズス会というですね、修道士の会があるんですが、その創設者である聖イグナーツィオ・デ・ロヨーラですね、設立した、イエズス会の目的というものはですね、自己の、霊的成長と他者の救済というこの2つの目的があるわけなんですね。神を一層知ることで自分の霊的な成長を高めて、そしてその知識を他者に教えて布教して救うということで、教育に関してかなりイグナツィオ・ロヨーラは重きを置いていたということで、16世紀1551年にカンポマルツィにあった小さな、建物から移ってここに大きなコレッジョロマーノでですね、教育機関を作ったわけなんですね。イタリアが統一された後、この建物はイタリアにですね、没収される形になってしまって、現在は1870年よりローマもしくはイタリアで最も古いリチエオというですね高等学校が中に入っているんですね。なので普通の学校なので普段は中に入れないんですが、ちょっと特別公開日に合わせてちょっと中を皆さんにご案内します。ちょっと中喋れないと思うので音楽だけになってしまうかもしれません。
次はですね、この、そのコレッジョロマーノのこちら側に見える付属している聖イナーツィオ教会の方にね、行ってみましょう。ここはですね、ビーコデル・ブッロ、もしくはビア・デ・ブッロというですね、ちょっと入り組んだ通りに、やってきました。ブッロというのはイタリア語でバターというですね、意味があるんですが、バターとは関係なくて、フランス語のビュロー、事務所、事務局にね、ちょっと関係しているんですね。というのは19世紀、フランスナポレオン政権によって一時期ローマはですね占領されていたんですが、その時にそのナポレオン政権の事務局、事務所がですねこの僕の目の前に見える建物に入っていたということで、ビュローがなまって、ビアデル・ブッロというふうにね呼ばれるようになりました。こちら側にですね視線をやると見てください。よくローマでですね使われる建築資材トラバーチのこの大きな塊、教会ですよね。教会のファサード正面が見えてきました。自然とですね視線が上に行くんですが、ちょっとさらに上を見上げてみてください。楕円でですね切り抜かれたような空と隣接する建物、とてもユニークですよね。ちょっと教会を正面からね見てみましょう。教会サン・イグナーツ・デ・ロヨラ教会なんですが、もともとさっき見たコレッジョ・ロマーノ教育機関のところに隣接する形でアヌンチャータ教会というのがあったんですね。ただそのコレッジョ・ロマーノの生徒数が増えてきて、さらにそして聖イグナーツに捧げる教会が必要になったということで1626年に建設が始まって、そして1727年に完成した教会になっています。2層の構造になっていて、上の方を見上げてみると大きな窓がありますよね。あそこから光が差し込んで教会を照らしているのが分かります。そして建築家レオン・バッティスタ・アルベルティがですねイタリアのフィレンツェサンタマリア・ノベッラ教会のために考案したと言われているボルーテ渦巻きがここにもですねこう採用されているのが分かりますよね。渦巻きというのは永遠の生というふうにね意味があるというふうにも呼ばれています。この教会は17世紀ということなので典型的なバロック様式の教会になっているんですが、何が特徴的かというと、まさに左右に入り口があるんですが、このメインの入り口が特に強調されている、コリント様式の円柱によって中央に行けば行くほど視線は真ん中に来て、そして信者の人々がこうまさに中にこう吸い寄せられるように中に入っていくということで、ちょっと教会の中に皆さんと一緒に入っていこうと思うんですが、ちょっと大きな、声がね出せないので、ちょっと静かに説明をさせていただく形になります。ちょっとグループの方がいらっしゃるので、すごい人ですね。何がこの教会すごいか、幅広いね進路、遮るものがないので視線は進路に行きがちなんですが、一番この教会で見どころはフレスコ画になるわけですね。このアンドレア・ポッツォが描いたフレスコ画をちょっと見てみましょう。まず何が描かれているかということなんですが、1694年に完成したこの壮大なフレスコ画の主題は聖イナーツィオの天への入り口になります。中央には光の中で舞う十字架を持つキリスト、そしてキリストから放たれた光は聖イナーツィオを照らし、そこからさらに四方に光がですねほとばしっています。その先には当時確認されていた四大大陸が擬人化されていて、馬の上に乗り地球儀と杖を持つ女王のような女性はヨーロッパ、ジャガーの上に乗り槍を持ったインディアン風の女性はアメリカ、
ワニの上に乗り、象の牙を持つ黒人の女性はアフリカ。ラクダの上に乗り、天からの光を授かろうとするのがアジアになります。何が表現されているかということなんですが、大航海時代にスペインやポルトガルの船に同乗したイエズス会は、世界にカトリックを伝道しに来たんですが、まさに布教による世界征服をですね、ここで表現しているわけなんですね。その証拠に四大大陸の下にですね、悪徳と異教の象徴である巨人が天からですね、追放されている様子が描かれています。このフレスコが一体何がすごいのかということなんですが、我々が今いる教会の上、窓、ルネッテと言われている半月形の窓のあたりから遠近法を駆使してですね、絵を描くことで、本当につなぎ目なくこの教会の上に新たな神殿のような教会を再現させたということにあるわけですね。そして上昇していくアーチや円柱は最終的にイエス・キリストに全て集結するように、なっています。さらにですね、すごいことにこの天井実は平面ではなくてアーチ型天井に描かれているということなんですよね。つまり普通に描いてしまうと下から見ると歪んで絵が見えてしまうということで、アンドレア・ポッツォは何をしたかというと、シンプルに歪んで描くことでまるで平面上に描いてるかのように見せたというすごい転写技術をここに持ち込んだ、利用したということなんですよね。当時の人々をですね、驚かせたのはね、間違いない。現在の我々でもすごい技術を持って描いたのだなっていうのがね、わかります。さらに教会に進んでいくと、今度は天井、丸天井、クーポラをね、ここから見ることができます。見えますか？ただですね、これ実際天井はないんですよ。気づかれた方もいるかもしれないんですが、これは騙し絵になっているんですね。これもアンドレア・ポッツォの見事な遠近法によってまるでクーポラがあるかのように見せているということなんですが、なんでクーポラがですね、作られることがなかったかというと、一つの理由としては財政的な理由で作られることがなかったということで、アンドレア・ポッツォが壮大なフレスコが描くことで実現したということなんですが、実際はこれが建築予定だったそのクーポラのね、モデルになっています。もう一つの理由としては、この隣にイエズス会とは別のドミニコ会のですね、修道会の建物があって、その修道士たちがドームを作ってしまうと自分たちの建物の光がですね、遮られてしまうということで、それを望まなかったというね、説もあります。側廊にある礼拝堂もですね、豪華に仕上げられていて、教会に調和をもたらしているんですが、アンドレア・ポッツォ、そのさっき見た壮大なフレスコ画を描いた後、24歳、23歳の若さで亡くなった聖人ルイージ・ゴンザーガのためのこの祭壇のね、設計もしています。大理石製の祭壇が特にはその天に昇るルイージ・ゴンザーガ、そしてその彼の遺骨を収めたラピスラズリ製の骨壺が置かれています。そしてさらにその奥にはボローニャ出身のルトビージ家のグレゴリウス15世の墓碑があります。彼はボローニャ出身ということで、彼によってグエルチーノとかですね、ボローニャ出身の画家がローマで活躍したということで、かなりちょっと
しいお日ですが、すごい装飾がですね施されています。Sì, sì. 教会がですね完成した後、その後、ベネディクト13世というですね教皇が、この輝かしい教会とファサードにふさわしい広場がないことは恥ずべきだことだということで作られた、1727年頃にですね作られたのがこの広場と建物になるわけですね。さっき通ってきた建物なんですが、バロックという時代は終わってバロケットローマ、もしくはローマにですね数少なく残っている、ロココ様式のね広場と建物になっているわけなんですよね。さっき上を見上げたように楕円形を置いて左右に、そしてこちら側ちょっと今工事中ですけど、こちらにも楕円形を、大きな楕円形を置いたように建物が美しい曲線を描いている、三角形のこれ建物をしている珍しいエリアですよね。今警察の本部になっているわけなんですが、建物の外観にはバルコニーと、そして美しい連鉄製の手すりが取り付けられているわけなんですよね。この両側の建物も角はですね直角ではなくて曲線を描いて、まるで教会を包み込んでいるようになっている、まさにこういった厳格で荘厳なファサードと対照的な、独創的な空間をここに、ラグッツィーニというね建築家が生み出したということなんですよね。ただ当時ですねローマの人々にはちょっとこの建物ですか、とても不評だったようで、まるでですね引き出しが多い、書斎の家具ですか、さっき言ったフランス語のビュローというのもそういった引き出し家具という意味があるので、そういった意味でブロというのも揶揄された意味で付けられたというふうにね説があります。最後にですね皆さんに、このサンイグナツィオ教会のドームをね作るのをもしかしたら嫌がったと言われている、ドミニコ修道会のですね建物、こちら側に右の建物なんですが、その中にあるですね、図書館ですねにちょっと皆さんを最後ご案内いたします。ここはですね風間天聖図書館というふうに呼ばれているんですが、スーク教のカザナーテがですねドミニコ会神父たちと共に1701年に開館させたローマ初のですね公共図書館になります。35万のですね蔵書が取り揃っているんですが、特に神学とか法律とか歴史、哲学に関する本がですね
多く集められているということで、一般のですね、人でも見学できるんですよ。10時から4時。ぜひですね、教会に立ち寄った後、少し涼みにですね、中に入ってみてはいかがでしょうか。ということで、また次回のね、動画でお会いしましょう。チャオ。